皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、皆さん、私、反省しております。はい、いきなりなんやねんということなんですが、今回のお話のテーマが反省になります。はい、実は2024年明けまして新年のご挨拶で私、YouTube 的なね、目標というのをお話しさせていただきました。具体的にはチャンネル登録者数を5000名達成したいということをお話を、させていただいたんですよね。ただその時にふと思ったのが、そういえば、反省をね、してないなということだったんですよね。本来ならば2023年昨年度の反省をして、そこから目標を立てていくというのが基本的な流れだと思います。で、それがちょっと順番逆になっていて、それがちょっと気になっていました。で、あとはアクアリウム関連でもいろいろね、やらかしてしまったことがたくさんありますので、その辺もね、含めて、いろいろと反省振り返っていきたいと思います。ではですね、まずは YouTube 的な反省点。なかなか視聴されない、視聴していただけない動画が結構あったということです。これね、当たり前っちゃ当たり前で、すべてのね、動画が皆さんに見ていただけるっていうのは、思ってないので、それはそうなんですが、いや、これね、皆さん、私の作ってきた動画で、なかなか再生数が伸びない、見ていただけない動画には特徴があります。それはですね、実は私が結構気に入っている動画が、なかなか再生回数伸びないと。はい。そういう法則がね、実はあったんです。で、これどういうことかと言いますと、例えばですね、前々回アップさせていただいたアクアリウム用品11選、チャームで送料合わせに困ったらみたいなね、そういう動画をアップさせていただきました。で、これはですね、皆さん結構ね、チャームさんで購入されるときに送料無料ラインの6000円っていうのが、ギリギリ超えないことって結構あるじゃないですか。私もそれかなりあって、で、その時に、あとちょっとで5000、6000円いくのに、それで、いい商品なくて、ちょっと血迷ってね、めちゃくちゃ高い、例えば1万円ぐらいする何か別に買ってしまったりとか、そういうことがね、割と多々あったんですよね。で、そんな時のために、500円ぐらいでね、ほぼ500円以下で買えるようなチャームさんでおすすめ商品っていうのを、誰かね、作ってくれないかなっていうのを、ずっと思っていました。で、それが、結局なくて、はい、そしたら自分でやってやろうっていうので、結構頑張ってまとめた動画なんですよね。で、これは、最近の動画の中ではね、結構再生回数低くて、実は気に入ってたっていう動画です。はい、そんな感じでちょっとご紹介していこうかなと思います。で、昨年、はい、2023年ということであると、直近でいきますと、やっぱりこれですね、アクアポニックス関連。いやー、これはですね、本当になかなか見られない。成功してないんでね、今のところ。アクアポニックス、そもそもうまくいってないので、参考になるかっていうと、なかなかね、そうじゃないっていうところなんですが、そもそも、皆さん、アクアリウムされてて、野菜って育ててます？育ててないですよね。だからね、これも明らかにジャンル的に、皆さんが興味があんまり、ないようなジャンルっていうのが、昨年のね、はい、これは反省ですよね。あとはですね、もうちょっと振り返っていくと、私がね、めちゃくちゃ好きな動画が、ガラルファさん、皆さん覚えてます？ドクターフィッシュことガラルファさん。はい、いわゆるね、エステとかで、温泉地帯とかでね、いてる角質を食べてくれる生態、ガラルファって言うんですけど、あれをね、50匹導入したっていう動画があって、あれはね、本当に見られなかった。いやもうね、サムネイルからしてね、もう見てもらう気ゼロのサムネイルなんでね、おっさんの生足でね、ガラルファさんがブレてるっていう時点でもう、そんなね、はい、これが逆に見られると思ってたら頭おかしいですよね。はい。ただこれだけね、個人的にはめちゃくちゃ好きな、はい、動画でした。で、さらにですね、黒鉱石って皆さん覚えてはりますかね。はい。黒い平べったい石。こういう、なかなかね、皆さん使わないようなレイアウト素材っていうのを、使って組んでみたレイアウト系とか、こういうのもね、なかなか見られないんですよね。はい。あとは、やっぱカニ。はい、カニリウムみたいなね、そういう動画も作ったりして、やっぱりね、アクアリウムとちょっとジャンル的には変わってくるので、はい、この辺はなかなかね、見られなかったかなと思います。
で、もう少しまた遡っていきますと、夏頃にね、私挙げさせていただいた、怖い話、レイコンってね。いや、これはね、完全に黒歴史。はい。まだね、これ削除はせず全然置いてるので、怖いもの見たさでね、見ていただけたらいいかなと思いますが、これね、どんな話かっていうと、要はね、レイコンっていうと、レイの、魂かな。はい。そういうのと、あと、レイアウトコンテストのレイコンっていうのをね、かけて、はい。怖い話風、稲川淳二さん風にね、話をしていった、そういう回になるんです。で、これはですね、正直、話の内容もなんじゃこれっていうね、風に、見ていただいた方は、ありがたいことにね、こんな動画見ていただいたっていうね、いうのが本当に、それだけでありがたいなという、そんなレベルのね、動画でした。はい。で、あとはですね、DIY 関連。これはね、私、このテナント部屋っていうのを、借りて、しばらく最初の方でね、結構 DIY 関係多かったんですよね。で、これね、個人的にはめちゃくちゃ好きで、なんかこう、ものづくりっていうのをね、こう動画に収めて、やつって結構好きなんですよね。ついついそういう動画って、私他のやつもね、他の方の動画も見てしまうんですけど、個人的にはね、すごい好きなんですけど、ね、やっぱりこれね、ジャンルが違うっていう意味で、やっぱり皆さんね、こう DIY っていうよりアクアリウムをされてる方ばっかりだと思いますので、はい、そういう意味ではなかなか見られなかったですね。DIY って言えば、水槽台とかね、そのアクアリウム関連の DIY 関係っていうのは結構見ていただいてるんですが、やっぱりね、単純なこう DIY っていうのはなかなかね、ジャンル違いで、これは微妙やったかなっていうのは今思うと、はい、反省点としてはあります。パーゴラなんか誰が興味あんねんっていうね室内パーゴラを作りますみたいなね、そんな動画アップしてたりして、こんなん誰が興味あんねんってね、今から考えると本当に思いますよね。逆に結構見ていただいてた動画がですね、やっぱりあれですよね、不動産屋さんとのトラブル。やっぱこれは結構見ていただけたりだとか、あとはですね、アクアリウム系のライト。はい。アクアリウム系というか、これ植物育成ライトっていうのをね、私結構買いだめしていて、はい、それをアクアリウムに使えないかっていうね、動画、これは結構見ていただけました。はい、やっぱりですね、このトラブル関係っていうのはね、皆さんやっぱり見たいのかなと、思いますよね。私結構ね、正直に、こう、いいことも発表というかお話しするんですが、結構嫌なこととか、こうトラブル関係っていうのもね、お話を正直にしています。やっぱりね、他人の不幸は蜜の味っていうね、ちょっとだいぶ嫌な言い方しましたけど、やっぱりそういうところありますよね。日常生活過ごしていてそんなにね、毎日面白いことってないですので、はい。そういう意味では、そういう動画は皆さん結構見ていただきました。はい。ということで、まずは YouTube 的な反省点っていうのをしてきました。基本的には自分の好きな動画が見られないっていうのが、気になるところではあるんですが、ですね、そこはあまり気にせず、やっぱりね、こう自分の好きなことをこうやっていきたいっていうのもありますし、世間の反応なんて気にしないっていう風にね、なんかこうちょっと一発のバンドみたいな感じになって恥ずかしいんですが、でもそういうところはね、自分の好きなところっていうのは、やっていって、ただその分の比重っていうのを少しこう減らしていくっていうようなことは大事かもしれません。はい、じゃあ次に行きたいと思います。次はですね、やっぱり、はい、このテナント部屋、賃貸物件っていうのがね、やっぱり最大のこれ反省点かな。後悔してますみたいなね、タイトルで、はい、サムネでこうご紹介したこともあるんですが、やっぱりね、この賃貸物件、なかなか、厳しいですね。はい。そもそもね、契約書が届かないっていうね、これ私にどうすることもできないような、不幸と言いますか、そういう経験もね、はい、今となっては結構いい経験だったのかもしれないと、思うようにしてるんですけど、はい、そういうこともあったりだとかはしますが、そもそもですね、これ、私ですね、前回の動画で、レッドデビルエンゼルフィッシュの赤ちゃんがちょっと全滅したっていうね、本当にこう悲しい、ちょっと反省すべき、動画っていうのを上げさせていただきました。で、その時に少し語り忘れてたことがありまして、今思い返せばですね、レッドデビルエンゼルフィッシュの赤ちゃん、全滅したその瞬間、私ね、
病気だったんですよね。ちょっと体調不良で、そのテナント、この賃貸物件に、丸2日ぐらい、いや、1日半ぐらいかな。はい、私基本的にね、毎日絶対ちょっとは行くようにしてるんですけど、体調不良とかで、1日行けなかった時があって、で、その1日経過して、もう体調もね、めちゃくちゃ悪い中、行って、そんな状態でね、ほんまにへこんだ、っていうのを今覚えてるんですけど、やっぱりですね、自宅にあると、たとえ自分が病気をしていても、パッとね、その生態の状況であったりとか、はい、様子っていうのは見れるんですよね。それが、やっぱりこういう賃貸物件だとわざわざそこに行かないといけない。はい、パッと覗くっていうのが、やっぱりできないっていうのが、これ最大のデメリットでした。いや、そんなもん借りる前からわかるやろっていうね、ツッコミ。はい、ありがとうございます。もう本当にその通りだと思います。いや、その通りなんですけど、やっぱりね、物は試しでやってみんとわからんっていうのが、あったので、ちょっと思い切ってね、借りたりしてみたんですが、ちょっとこの辺はですね、なかなか難しかったですね。植物だけとかやったらね、全然いけたと思うんですけど、やっぱりこう、生態、生き物を飼うっていうその責任感であったりっていうのはもっとねやっぱり考えるべきだったなっていうのは本当に今思ってます。はい、っていうので、賃貸物件、おそらく私もともとのね4.5畳の狭い自宅のアクアリウム部屋に戻ってくるというふうに思いますが、はい、この辺はですねなかなか難しかったですね。ただですね、このテナント物件やってよかったのは、やっぱりね、DIY スキルとか、かなり上がってきたというのと、やっぱり何でも自分で作れるっていうね、こう自信がついてきた。それと、こう意外なことにですね、これも言ってなかったんですけど、このテナント部屋解約するっていうのを私の妻に伝えたんですよ。そしたらですね、ちょっと驚きの返答が来まして、解約するわと、もう決めてんっていう風に、嫁にですね、妻に報告したら、なんと、もったいないやんってね、帰ってきたんですよ。いや、これ、ちょっとね、想像してなかった返答だったのに、かなりびっくりしたんですけど、あんまりね、私の趣味の部屋に、妻、家族、子供は連れて結構ね、来てるんですけど、嫁はね、あんまり入れてないんですよ。ただ、本当に数回ぐらい、連れてきた時に、やっぱりね、この空間に結構こう感動というか、いや、すごいやんっていうのをね、やっぱり言ってくれてたんですよね。だからそういった意味で、妻からしたらもったいないやんと。いや、こんなにいい空間作ってるのにっていうね、なんかこう認めてもらえたっていうのは、良かったかなと。あと多分ね、4.5畳の狭い部屋とはいえ自宅なので、そこにやっぱりまたね、あんなでっかいもんとか水槽戻ってくるんかって思うと、いやちょっとそれが嫌なのかなっていうね、ちょっとそういう、嫌な目線で言うとねそういう風な勘繰りもしてしまいましたが、そういうお話もありました。はい。ということで、テナント賃貸物件っていうね、反省点もありました。はい。で、最後の反省点ですが、もうこれめっちゃ単純です。お金使いすぎました。はい。もうね、めちゃくちゃ使いまくった気がします。いや、もう怖くてね、計算してないぐらいめっちゃ使ったんですよね。で、このアクアリウムのこの賃貸物件借りてるっていうところでも固定費で、どんどんなくなっていくんですけど、やっぱりね、この部屋を作るため、あるいはアクアリウムにかけるお金っていうので、毎月かなりね、かかってましたね。はい。今これ振り返ると、ちょっと本当にシャレにならないレベルで使ってたので、結構ね、年末やばかったんですよね。はい。いや、もう私、いい大人なんで、これはちょっと気ぃつけなあかんなと、いや、本当に思いましたね。90センチのアクリル水槽とか、いろいろね、こう、大物というか、はい。DIY するのもね、やっぱ木材割と高かったりするので、で、それもね、塵も積もれば山となるっていう感じで、ちょっとずつこう、買い足していくとですね、かなり合計金額いってる気がするんですよね。いやもうこれ一回計算どっかでした方がいいかもしれませんけど、はい、もう今となってはですね、もうどんだけ使ったかよくわからんっていうね、はい、状態になっておりますので、そもそもアクアリウム自体が結構お金のかかる趣味ですよね。皆さんどうですか？私の動画を見ていただいている方の年齢層ってね、そんなにめちゃくちゃ若い方ってやっぱり少なくて、はい、しっかりね、こう、仕事をされてるというか、そういう年齢層の方々がほとんどです。はい、ですので、そんなにね、お金の心配っていうのはないかなっていうふうには、
どうですかね、ちょっとわからないんですけど、はい、私みたいにカツカツに、ね、なりながらアクアリウムやってますよとか、もう晩ご飯もやしですみたいなね、方いらっしゃったらぜひコメントいただけたらと思います。はい、ということで2024年度はですね、ちょっとこの辺のお金のね、面っていうのも、もうちょっと大人としてね、ちゃんとやらなあかんかなという反省点でした。はい、ということで、ちょっとね、もういろんな多岐にわたる話で、まとまりのない、そういうお話になってしまったと思いますが、2023年の反省点っていうのを、いろんなジャンルで振り返ってみました。はい。今年度もですね、昨年度と変わらず私が一番やっぱり楽しまないといけないと思っておりますので、楽しみながらで皆さんもね、ぜひコメントもいただいて、こんな風に楽しんでますとかね、やりとりをしながら、どんどん盛り上がっていけたらいいかなと思っていますので、これからもぜひコメント等よろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。